は。ジャズドラマーの黒田和義です。今回はジャズドラムのソロのコツパート2になります。今回8分音符が連続した今みたいな、音源のデモンストレーションをやるためのコツのパートになります。頑張ってやっていきましょう。まずこのビリーズ・マウスのメロディですが、8分音符が羅列してますよね。ここの8分音符の羅列のところをスネアでそのまま叩いてしまうとすごいダサい感じになってしまいます。ちょっとやってみましょう。こんな風に非常にかっこ悪い感じになってしまいます。なんか盆踊りみたいですよね。この8分音符が連続する場合は裏の音符をバスドラで演奏するっていうのが今回のポイントになります。はい、これ前回の復習ですね。これをワード A とします。今回は新しいワードを2つ覚えてもらいます。B と C のワードですね。まずは B からいってみましょう。B のワードのポイントは3つ目のスネアの音とハイハットが一緒になってその後にバスドラが入るということですね。ハイハットはなしでもいいんですが、前回話した通りやっぱりスペースが多く使いやすくなるので、できれば頑張って練習してください。タムにも移動しますが、タムの場合はスネア、ハイタム、クロススティック、フロアタムっていうのがおすすめです。このように練習してみましょう。テンポが速い場合は右左右という手順にしてもいいと思います。他にもフロアとスネアでユニゾンとかハイハットとかシンバルとスネアという両手の組み合わせもいろいろあるので、その辺をちょっと組み合わせてやってみたいと思います。次はワード C になります。これも B と同じように順番にやっていきたいと思います。C のフレーズは非常にハイハットの位置が難しいので、ハイハットの位置を分かりやすくするためにちょっと先取りで次回の E のフレーズを先に練習したいと思いますね。このフレーズは全部1音ずつで重なる音がないので順番に気をつけて練習しましょう。スネア、バスドラ、ハイハット、バスドラという順番になります。スネア、バスドラ、ハイハット、バスドラの順番です。今のワードのハイハットのところにスネアを入れると C のワードに変わるわけですね。このワード C を今度はまたタム移動してみたいと思いますが、高速でするとフレーズの最後の畳み込みみたいなところでよく使ったりします。さあ次はこの3つのワードを組み合わせてフレーズというものを作っていきます。ワードっていうのが単語とすると、ひとまとまりのセンテンスみたいな感じですね。まずはワード B とワード A を組み合わせてこれを一つのフレーズとして捉えます。次はワード C とワード A を組み合わせてこれをフレーズの B として考えましょう。はい、このできた2つのフレーズを A と B を AABA というふうに並べると起承転結っていうフレーズになります。一つのフレーズはもうずっとあんまり展開しすぎると何が言いたいのかよくわからなくなってしまうので、一つのフレーズを繰り返して別のフレーズを一つ挟み込んでまた同じフレーズに戻っていくというふうにすると心に残るセンテンス、文章っていうのができていくわけですね。タム移動
次は ABAB というフレーズですね。何か喋って受け答えて、何か喋って受け答えてみたいな感じの、対話形式みたいなフレーズができます。このようにタムに移動するだけで同じフレーズがかなり違って聞こえますよね。だからリズムも変えてフレーズも全部変えてしまうんではなくて、何かこう大きな流れはありつつ展開するというのを心がけてみると、かなり相手の心に残るドラムのフレーズが作れるのではないかと思います。ではビリーズバウンスのメロディーに戻ってみましょう。これをワード B を中心に使いますが、この青の部分ですね。青の部分はこれはこの曲の特徴ですが、タンタタンタンタタンとシンコペーションしますので、クラッシュとスネアを使います。この緑のくしゃっとしたところはダブダブダブに聞こえるのを、これはもう強引にワード B で読み替えます。次は2段目ですね。ここは先取りしたワード E が出てきます。この後のワード C のところは僕が好みで C で選んでます。今までのワード B のところはワード C で全部置き換えができます。B か C を選ぶかは自分で決めて選んでみてください。3段目のメロディーですね。ここはワード B でいけますね。最後に青のフレーズ、1段目に使ったフレーズが出てきます。チャーリー・パーカーという人はやっぱり頭がいいので、最初に使ったフレーズを覚えておいて最後に挟み込むという形を取るんですね。そうすることによって相手に印象づけれるフレーズができるということです。では最後にこれを実演してみましょう。以上のように8分音符の連続は基本的にフレーズの A と B と C の組み合わせでうまいことすり替えてですねやってもらうと、とにかくバストラが裏拍はバストラになって足で飲むような形、要はリズムパターンみたいなフィルインになってしまう人っていうのは最初にバストラを踏んでしまうんですね。バストラは裏拍に入ります。そうすると、結構ジャズっぽいフレーズになります。特にハイハット踏みながらできるととってもかっこよくなりますので、ぜひ頑張って練習してみてください。